おばさん、こんにちは。こんにちは。おばさん、北海道ですよ、北海道。はい、今日またちょっと届いたっていうご連絡と、あとまた追加でっていうことでご注文いただきまして、ありがとうございます。北海道の方も今、まだ早いでしょうけどね、植え替えシーズンとしてはですね、これから春皆さん植え替えで小鉢鉢関係使うでしょうから、はい、またもしあればですね、どんどん、ご連絡いただければと思いますが、はい、ありがとうございます。なんかすごく喜んでいただいた。そうですね、非常に気に入ったということでおっしゃっていただいてですね、非常に送った方も良かったなと、はい、いうふうに思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日はですね、小鉢セットの第2弾といいますかということで、ちょっとまた何点か、紹介したいと思います。はい。まず最初はですね、ここにちょっと並べてるんですけど、山野草だとかああいったものにちょっとこう使うのにいいかなというのを並べております。これが小鉢セットの12番になります。はい、こちらの方が12点あります。でこっちの方も、こっちは14点ですねあります。でちょっと白っぽいいろいろこう柄もありますので、こういった風にですね、ちょこっとこう植えたりするのにはいいかなと思います。合計で26個ですね、26個入りのセットになってます。ナンバー12です。これおばさん、何向けとかあるんですか。野草が多いでしょうかね。山野草とか、はい。別に他のものを植えてもいいんですよ。臓器類なんかでもいいですし、はい。丸ですから合わせやすいですね。正面がどこっていうのがないので、はい。使いやすい形ではあると思います。小鉢セット12番ですね。26個入りです。続いて、ナンバー13ですね。角と楕円と、いろいろ入ってますが、14、8入りですね。こんな感じでですね、色鉢ですね。あとこんな感じでですね、楕円鉢ですね。雑木も植えたりするのにはいいかなと思います。ナンバー13ですね。ちょっとこれ上下逆になりましたけど、14、8入りですね。ナンバー14ですね。こういったこれもやっぱ山野草関係、これはまた違いますけどね、山野草関係ちょっと入れたりするのにもいいやつです。はい。こういう小石わらなんかも入ってますので、こういうのもですね、ちょっといい鉢も入ってます。ナンバー14ですね、10個入りです。はい、続いては、ナンバー15ですね、セットの15番です。6個入りです。でちょっとこれは、変わり鉢といいますか、こういったのを中心に、入れております。でこういったのでも1枚1000円ぐらいするやつですからね、こういうのも1000円以上みんなするやつばっかりを集めております。はい。ナンバー15、6個入りです。好き好きなんで、これに漂白入れる人もおれば、山野草でこう茅なんかでこうする人もいたりで、
まあ使い方は人それぞれですね。こういったのでも小白植える方もいらっしゃるし、山野草で先ほども言ったようにこうちょっと茅なんかでこういうふうにこう使う方もいらっしゃいますね。まあいろんなものを植えてみられるのもいいかと思います。はい、続いてナンバー16ですね。14個入りです。まあ中にこういう小石原なんかも入ってますし、こういったのはもう小白なんかですね、植えるのには非常に、勝手のいいやつですね。まあ分陣木なんか入れてもらってもいいですし、非常に、使いやすい鉢にはなってますね。まあこの辺は実物を入れたりするのにも非常にいいかとは思います。続いてはナンバー17ですね。10個入りです。まあこれもまあ色鉢ですね。10個入りです。まあいろいろ花物実物なんか植えたりするのにも非常に使いやすい鉢で、まあこういった感じの鉢ですね。こういう色鉢ですね。続いてはナンバー18ですね。10個入りです。ナンバー18です。まあちょっと白鉢が多いんですけど、実物なんかこう入れるのには非常にちょっと深鉢でですね、こういったのをまあ1枚ちょっと波皿が入ってますけど、最近のはよく秋なんかに牢屋柿とかですね、ああいうのを植える方たちなんかはまあよく好んで使われる鉢ですけどね。ナンバー19です。10個入りですね。これはこちらは分山ですかね。こういう、絵の描いたやつですね。でこちらは桃水になりますね。やっぱり絵鉢ですね。こういう各5点ずつですね。合計10点10個入りですね。こんな感じで、これは分山ですね。まあよくセットであるんですけど、非常に、まあまあセットで買うとお値段通常はするんですけどね、まあそれを、今回ちょっとだいぶ格安でということで、分山と桃水の5点ずつの合計10点セットですね。こちらは桃水ですね。桃水、になりますね。やっぱりこれも、絵鉢ですね。続いて、まあ、今回最後ですね。ナンバー20、20番です。4個入りです。豚葉の、鉢ですね。まあ小白を植えたりするのに非常にいいやつですね。まあちゃんと裏に落款も入っておりますけど、ナンバー20ですね。4個入りです。ここに落款も入ってますけど、豚葉の中古鉢ですけどね、結構まあまあなお値段のするやつですが、足もしっかりしたやつですね。はい、これ4個入りです。これちょっと、一点物です。ナンバー21になります。何の鉢か分かりません正直なとこ。まあ草もんが一番あれなんでしょうけど、どこの何の鉢なんでしょうかね。非常に、まあ手びねりでしょうけど非常に変わった鉢です。ちょっと独創的です。そうですね。なんか無理やりこねくったような、まああんまり大きくはないけど穴もたくさんあるので、まあ、水はけはまあよろしいんじゃないかなとは思います。大場さん的には何が向いてると思います？これですか。
まあ木もちょっと変わった木の方がいいかもしれないですね。まあ花が咲くもの、実がなるものでもいいんですけど、まああんまり小白向きではないでしょうけど、まあ普通の形よりはちょっと一風変わった形の木を植えるといいかもしれないですね。だいたいこういうのは足3本なんですけど、まあ、4つありますので、まあ、4つあるということは逆言ったらまあちょっと安定してますのでね、ちょっと背の高いもんでも横にこう広がるようなものでも面白いかなとは思います。まあちょっと普通の角鉢丸鉢なんかでは物足りないなっていうようなちょっと変わった木なんか植えてもらうのもいいかとは思います。ナンバー21になりますね。これは1点ですね。今日はですねナンバー12から、ナンバー21まで、ご案内させていただきました。まあ見られてもし興味のある方はですね、クルカラ村の販売所の方を見ていただいて、まあそこにいろいろお値段とも書いてありますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ大場さん、はい、コメントがつきました。はい。これギリシャからです。ギリシャ。はい。はい、まあいろいろ書いてるんですけども、省略してまあ、かいつまんで言うと、ピーター・クレブス、はい、サビーヌ・ベスナード、はい、イオニアス・マクリスといったヨーロッパの陶芸家は知られているのでしょうかっていう質問です。陶芸家、何を作られる方でしょうかね。申し訳ありません。分かりません。まあですね、まあ盆栽鉢なんか作られるんでしょうかね。じゃないかなと思ってるんですけど、ね、なかなか結構日本にもちょこちょこですね、まあ花鉢が多いんですけど、いろいろ海外で作られた鉢なんかが、安価で出てたりしますけど、なかなかやっぱ日本のやっぱ和鉢は丈夫ですね。そういうことですか。やっぱなかなかちょっと寒い地方だと寒さで割れるとかですね、まあそういったものもあるようです。はい、だからまあ他の海外の鉢っていうのはあんまり私も使ったことがないので、そういうヨーロッパの方の陶芸家の方はちょっと申し訳ありません。分かりません。はい。でもこの方は熱心にコメントつけてくれて、はい、私が質問したいのは日本でヨーロッパの要するに鉢に特別な関心があるのか、それとも知られていないのかということ。どうなんでしょうね。これはそれこそ、まあ、中央の方の方に聞いてみないとあれなんでしょうけど、まあ鉢自体がですね物が良ければ皆さん使うことはあるとは思いますよ。ただ、そういう鉢が日本に入ってきているという話はちょっと聞いたことはないですね。今のところ。はい、そういうことですね。わかりました。大内さんって方からのコメントです。はい。地震は大丈夫でしたか。この間はね。はいはい。結構学生時代のまあ学生時代やってたスポーツの仲間というかですねからも、コメントが来まして大丈夫やろうかと、はい、心配していただきまして、まあいろいろあちこちからも大丈夫やったっていうコメントいただきまして、本当にご心配おかけしましてありがとうございます。まあおかげさまで、まあ簡単に言えば何ともなかったです。いやでも結構揺れたんですよ。そうみたいですね。ちょうど私揺れてた時間帯車の中で運転中だったので、で地震速報が鳴ったすぐ後に信号で止まったんですけど、信号も揺れてなかったし、で後で聞いてみたら揺れた後に警報が鳴ったということみたいなんですけどね。でだいぶ揺れたという話だったので、ちょっと鉢なんか置いてる棚がですね、まあ今年台風が来るまでにはきちっとビス止めして固定しようと思ってたんですけど、しまったあれ倒れてなきゃいいなと思ったんですけど、まあおかげさまで何ともなかったです。よかったです。でこの方大内さんの質問なんですけども、冬の石灰硫黄合剤消毒を教えてもらえればありがたいです。はい、石灰硫黄合剤ですね、これは冬場の消毒としては、まあ、最強といいますか、これに、勝るものはないと昔から言われてるんですけど、殺虫殺菌ですね、虫にも、病気にもという両方、まあ、効き目のあるお薬なんですけど、
ただし今これはなかなか入手困難といいますかね、業務用のでっかいキュービカンっていう18リッターぐらいのこういうのは今でも買えることは買えるんですけど、以前、個人で使ってた500のボトルっていうのは今販売禁止ですね。だから売ってないのでなかなかちょっと入手は困難かと思います。で冬場にこれをかけとくとですね、病気にも、虫なんかの予防にもですね非常に効果があります。で特に柑橘系なんかはですねよくすす病いうて、黒くちょっと見たことあります。ああいうのになったりするんですけど、そういったものの予防改善にもなりますので、できたらですねこういったものを散布できるといいかとは思います。ただしこれに効果が似てるというかですね、今でも販売してるのかな、マシン油というのがやっぱ冬場に使うお薬であるんですけど、これも非常に効果的ではあるんですが、ただこれはですね、本当にそうかどうかわからないですが、うちではですけどね、五葉松にかけると全滅します。もう何十年か前にちょっと待ってください。五葉松が全滅するんじゃないですかね。五葉松が全部枯れてしまいます。このマシン油をかけるとですね、どうも五葉松はマシン油は苦手みたいでですね、以前うちでもう何年前になるかな、知らずにもう30年かそこら前ですけど、知らずにバーッと全部かけたんですけど、黒松とかああいうのはもう全く何の問題もなかったんですけど、五葉松は磨かれてしまうと、大損害を、これは知らないでかけた方が悪いと、いう感じなんですけどね。それ以来だからマシンは使わないんですけど、石灰用剤であればそういった心配もないですから、ですね、これはで冬場の寒い時期に使うお薬なんですね。昼間の最高気温が20度ぐらいになるような時はもう使わない方がいいですね。だから宮崎なんか結構冬場でも昼間あったかいので要注意が必要なんですけど、だいたい最高気温が14、15度ぐらいの時はもう控えるようにしてます。意外とそれ以上上がったりしますので、だいたい平均最高気温が10度前後ぐらいの時にはかけたりします。それ以下だったらもっと問題ないですけどね。一番寒い時でかけるのも大変でしょうけど、寒い時にかけるお薬ですね。気温が高くなると薬害が出ると言われております。だからそれだけ注意していただいて、だいたい倍率としては通常かけるのは30倍ぐらいでかけます。30倍。この時期使うっていう。そうです。この冬場に使うお薬ですね。わかりました。ありがとうございます。次なんですけども、次はもふもふくんを購入された方から、レビューって言って、商品にコメントがつきました。購入された方ですね。もふもふくんを紹介してくれた動画を見て、最初は何という感じでしたが、話を聞いて手間いらず、寒さ暑さ対策なし、屋外に出しっぱなし OK、 しかも小さな白い花が咲くなんてありがたい植物であること、かわいいっていうコメントでした。そうですね。ただその紹介した時にも申し上げましたけど、とにかく水は好みますので、水切れをさせないようにですね、よくお水をかけていただくといいと思います。あとこの冬場に緑が緑してるのもちょっと贅沢ですよね。だいたいもうみんな赤く茶色くて黄色くってなる時期ですからね。そんな時に緑が青々として、ちょっと盆栽の横に添えでもいいですし、お部屋で飾ってもいいかと思いますね。でこの目玉は中に針金がついてるんですけど、刺してるだけなんで、あれだったら抜いて場所を変えてもらっても、寄り目でも離れた目でも使えますので、いろいろちょっと触って表情を変えてみるのもいいかなとは思いますね。ありがとうございました。ありがとうございます。